そびえ立つ山々に囲まれた絶雲の間。そこへ至る道は実に険しいものだ。先導を求め尋ねる者も少なくはないが、人の身で悟ることはかなわず、その大半は徒労に終わる。だがそこで運よく危機に瀕した時、手を差し伸べる仙女がいるそうだ。白髪の凛としたその姿に、人は気色を浮かべ神戸を垂れる。しかし当の仙女は振り返ることもなく、その場を立ち去ってゆくという。命に従おう。仙人としばしば誤解される神格だが、その正体は仙人を死に持つ人間である。卓越した才を有し、さまざまな仙人から槍術や砲術、呪符などを学んだ彼女は妖魔退治にも長けた人物だ。神格は師匠が言い渡した修行を怠ったことがない。常に大きな成果を残してきた。リーウェで20時間の探索派遣任務を行うと獲得報酬が増加する。神格の通常攻撃は槍による最大5段の連続攻撃で物理ダメージを与える。銃撃は一定のスタミナを消費して前方に突進し、経路上の敵にダメージを与える。行霊異象生薬樹を発動すると氷ダメージを与え、周囲のチーム全員に氷霊効果を付与する。この時1回押しと長押しで攻撃方法が変化する。1回押しでは6霊と共に突進し、経路上の敵に氷ダメージを与える。長押しでは6霊に律令を下し、周囲に氷範囲ダメージを与える。氷霊効果を付与されたキャラが通常攻撃、銃撃、落下攻撃、元素スキル、元素爆発で敵に氷ダメージを与えると、神格の現在の攻撃力を基準にダメージがアップする。氷霊効果は継続時間の終了または規定回数発動後に消失する。長押しで氷霊を付与した場合、発動回数が増え継続時間がより長くなる。氷霊効果中1回の氷ダメージが複数の敵に命中すると、その数に応じて発動回数を消費する。発動回数は氷霊効果を持つキャラごとに計算される。添付爆霊通信封印解放後、行霊異象生薬樹を発動すると周囲のチーム全員に追加効果が付与される。1回押しの場合、元素スキル及び元素爆発ダメージがアップ。長押しの場合は通常攻撃、銃撃、落下攻撃ダメージがアップする。表層よ、決心となれ。力を解放した6霊が属性をかけ、氷範囲ダメージを与える。6霊は領域を形成し、中にいる敵の氷耐性と物理耐性をダウンさせ、持続的に氷ダメージを与える。添付大道ミラ順法解放後は、真の剣霊心血の領域にいるフィールド上キャラの氷ダメージがアップする。神格は孤独であだなすものだが、仙人の教えに従い罪なき者に害をなさないようにしている。しかし相手が悪人であれば砲術で宙を下すことも厭わない。神格の戦闘スタイルは行霊異象生薬樹の氷霊効果により氷タイプキャラをサポートするものだ。元素スキルの発動方法を使い分けることで進化が発揮され、チームの戦力を高めることができる。元素エネルギーが溜まったら気を見計らい元素爆発を発動するといい、敵の氷耐性と物理耐性が下がり、行く手を阻む者をたやすく排除できるだろう。リーウェ港は賑やかで寛容な地だ。孤独な者を一人受け入れるのも容易なことだろう。しかし世事に疎い神格が人の世に戻るには学ぶべきことが多い。
俺は長年一人で旅をしてきたが、孤独を好んでいるわけではない。他の者が旅先で仲間と巡り会えたのなら祝福もしよう。今なお俺は信じている。人の運命は己が手で描くべきものだと。終始から放たれた鶴も恩衆を抱く悪獣も自由に羽ばたく権利を持つのだから。